どうも島岡です。ペットの味噌だよ。今回も2026年春アニメ、とりあえず1話見てみたシリーズの3回目だ。そんなシリーズ名だったんだ。後から考えたんだ。サムネも取り替えたから大変だったんだぞ。なんで偉そうなの？まずは、茜話。ジャンプ漫画原作のアニメ化で力が入ってるなぁと感じる。ジャンプといえばヒット作ってイメージだよね。主人公茜のお父さんが話し家なんだが、落語を演じている最中のうまくいかず焦っている描写が辛くてなぁ。どんどん悪い方へ行っちゃう感じだよね。そうそう。スポーツ作品でも恋愛作品でもあるんだけど、力入れて頑張ろうとすればするほど悪い方へ行ってしまい、それが分かっているのにどうにもできないっていう心理描写。自分はこの経験多いから、見ていて絵が重くなったよ。お父さんのエピソードが終わって、最後に子供から成長した茜が登場して次回への引きって感じだった。今回は序章だね。そう。あとは完全に世代の話なんだけど、オープニング曲が桑田佳祐さんなんだよ。ど真ん中だね。アニメの曲は初めてらしいんだけど、作品と合っていて嬉しかったな。好きなアーティストさんだけに、作品とマッチしていなかったらいたたまれないからね。次は、カナン様はあくまでちょろい。悪魔のカナン様が魂を食らうつもりで目をつけた男、幼児、に迫ったら、性的に迫られていると勘違いされて付き合うことになるラブコメディ。これは男のキャラクターで作品全体の好感度が上がったと思う。可愛いカナン様じゃなくて？カナン様はもちろん可愛いんだけど、強気な女王様キャラは最近じゃ反感を買いやすいと思う。男が嫌がったり痛がったりするのは、いくら女性側に好意があったとしてもあまり気持ちの良いものじゃない。幼児は、カナン様の全てを受容するだけでなく、全てをポジティブに受け止めむしろ積極的に不遇な目にすら会おうとする。それがカナン様へのカウンターにもなっており、攻撃した側がダメージを受けるのでカナン様にヘイトが向かないんだ。するとカナン様は恋に不慣れないじっぱりな女の子でしかなくて、安心して可愛いと思える。バランスが良いんだね。そうそう。次は、最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士、らしいですよ。タイトルでわかるようにいつものナロー系っぽいファンタジー。主人公に嫌味なところがないので気軽に見られそうな気がする。エルフさんのおっぱいが大きかったね。そうだな。ちょっと胸のボタンが飛ぶネタの繰り返しが多かったが、飛んだボタンが当たって目が覚めたり、主人公がボタンをつけたりとある程度必然性があるので不愉快に感じなかった。次は、スノーボールアース。まずは、見たことない絵柄だったのでそれだけで新鮮だった。序章としてのエピソードを終わらせるために駆け足だったのかもしれないが、テンポよく話が進んで見やすかった。割と軽いノリで進む割にきちんと人が死ぬので、死ぬのと今日疲れる場面もあった。次回からが本筋っぽいので楽しみだ。次は、ドクターストーンサイエンスフューチャー第3クール。言わずと知れたジャンプの人気作品の続編。初回から追っている人が見る作品だね。そう、いつ見てもクオリティもエピソードも良いしな。ただ、技術がかなり高度になったので、序盤の頃のような説明されてなんとなくでもわかる、というレベルではなくなったことに一抹の寂しさを感じる。それから、茜話に続きオープニング曲ネタになるが、今回はアジアンカンフージェネレーション。これまた同世代なので、久々のアニメ曲の担当に嬉しくなった。次は、参りました、イルマくん第4シリーズ。こちらも何気に長く続いてる作品。魔界で一人人間であることを隠しているイルマくんが現在の安定した人間関係に落ち着いて久しいのだが、実は、クラスにずっと所属していたというのに、誰もその存在に気がついていなかったプルソン、ソイという生徒に初めてスポットが当たった。本当に最初からいたの？公式が言及しているし、実際一期のオープニング映像を見たらちゃんとクラスメイトの中にいた。すごいね。一期が2019年なので随分と長いこと寝かせたキャラだったのだな。そのサプライズ自体が面白かったのもあるが、ソイのキャラクターもなかなか面白くて楽しかった。最後は、本好きの下克上領主の幼女。これも長いシリーズだよね。そう、くしくも、参りました。イルマくんと同じ2019年秋アニメからスタートだ。虚弱なのに本が好きなあまりに創意工夫と情熱だけで本を自作しようとする主人公の女の子マインが面白い。マインを取り巻く人々も個性的だが奇抜ではなく地に足がついた現実味のある設定だ。それゆえに自分ができる範囲の力で問題を解決していく姿に共感でき応援もできる。高評価だね。そう、一期から好きだったんだが、正直作画はそんなにお金をかけている感じではなかった。それがなんと、今期になって絵柄が変わっただけでなくクオリティも数段アップしていた。急に力が入ってるね。そうなんだ。表だった話題作ではないが、再生数が高いとかあるのやも。話は相変わらず面白いので、今後も楽しみだ。それでは今回はここまで。まだ半分も見てないよ。うへえ。それではまた次回。ごきげんよう。またねー。